はい。皆さん、こんにちは。お元気でしょうか？はい。今日は、起きて30分以内に、ポッドキャストを録音しております。寝起きです。はい。皆さん、起きてすぐって、活動できるタイプ？私結構ね、起きてすぐ活動しちゃうんですよね。もう起きて10分ぐらいで仕事開始しちゃうみたいなタイプなんですよね。ベッドから出るのはってなるけど、歯を磨いたらもう目が覚める感じかな。もうやる気スイッチ入るみたいな感じで。皆さんどうでしょうか？皆さんは起きた後、30分ぐらいちょっと脳みそが動かないみたいなタイプか、もう起きてからすぐに活動できるタイプか。どっちですかね？はい。私は起きてすぐにこのポッドキャストを、録音しております。はい。やる気満々です。ということで、今日のトピックはですね、全然違うんですけれども、日本の、なんていうの、死者の供養の話ですかね。はい。そろそろあと1ヶ月もないぐらいでお盆に入るので、お盆はちょっと特別な時期になれるので、今日はね、日本でね、人が亡くなった後って何すんのっていう話です。はい。意外にこういうのって知らないよね。やっぱ、国ごとに全然文化違うじゃん。で、宗教によっても全然違うので、日本のね、よくある、死後の話。はい。で、基本的に日本では、その仏教のやり方で、死者を供養することがほとんどです。はい。私もそうですね。うん。ほとんどの人がそうなので、今回はその仏教のやり方を説明したいと思います。うん。そう。で、亡くなったらだいたいお葬式とかじゃねみたいな。で、お墓参りに行くみたいな感じじゃないですかって思う方いると思うんですけど、実は全然違うんですよ。めちゃめちゃ行事があります。めちゃめちゃ行事があります。はい。で、まずですね、日本はその仏教なんですけど、まず誰かが亡くなりましたと。後に、お葬式が始まるわけではないです。その前にまず、お通夜というものがあります。うん。お通夜っていうのは、簡単に言うとお葬式の前夜祭みたいな感じ。うん。お葬式まではいかないんだけど、その、亡くなった方に、その関係者の人たちが会いに来たりとか、お友達とか、同僚とか、関係者の人たちが会いに来て、お経をあげて、ご飯を食べたりするのがお通夜ですね。で、大体その次の日とかにお葬式、告別式って言うんですけど、本当は。告別式が始まります。で、告別式に参列する方は、基本的に親族とか、かなりその亡くなった方と距離が近かった人が、この告別式に参加します。親友とか、会社の上司だった人とかね。うん。はい。で、告別式は、だいたい1日かかるかな。うん。と思うね。で、お寺に行って、で、お寺でみんな座って、で、真ん中にお坊さんがいて、で、お坊さんがお経を読んでくれるという。はい。で、このお経なんですけど、大体仏教だと大体スタイル一緒なんですけど、ちょっと違います。ちょっと違う。それはね、仏教の宗派によって違います。はい。で、日本の仏教の宗派の割合をちょっと調べたんですけど、一番多いのが浄土真宗48%。はい。これ、うちの両親、母方か父方か忘れたけど、多分ね、浄土真宗どっちかがね、うん。が最も信者数が多くて、続いて浄土宗19%。これもどっちかが浄土宗。うち両親ね、別々なの。母が多分浄土真宗で、父方が浄土宗だったと思うんだよね。そう。で、それが19%。次が曹洞宗12%、日蓮宗10%といって、宗がね、ちょっと違うんですよね。はい。で、もちろんどこの宗派によってっていうのは、ちょっとね、そのお葬式とかのやり方も違うんですけど、大きく違うのは、よくね、南無阿弥陀仏って聞いたことあると思うんですよね。うん。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏っていうね。うん。
例えば、鬼滅の刃のね、姫島御明さん、柱の一番強いね、人がね、よく、南無阿弥陀仏、みたいなこと言ってますけど、あれはね、仏教の、お経ですね。うん。で、南無阿弥陀仏は実は、浄土真宗とか浄土宗のお経なんですよ。そう。で、日蓮宗っていうまた別の宗派になると、南無妙法蓮華経っていうまた別の、お経になります。はい。私、誰かのね、結婚式じゃない、すいません。お葬式に行った時にね、南無妙法蓮華経を聞いたんだよね。そう。うちの家族は全員南無阿弥陀仏なんだけど、うん。そう。っていうね、違いがあったりするので。はい。まあ、そんな感じ。で、そして、その、告別式が終わった後に、火葬場に行きます。火葬場で火葬をします。はい。日本のね、仏教だと基本的に火葬ですね。で、火葬が終わって、まあ、骨だけになった状態になると、その、骨をね、まあ、お箸で、まあ、お箸っていうとちょっとなんか食べるお箸を想像すると思うんですけど違いますね。もっとちゃんとしたなんか特別な専用のね、お箸で、骨を拾って、で、骨壺に入れます。うん。私も経験ありますね。おじいちゃんおばあちゃんとかで。で、骨壺を持って、で、お食事会場に行って、で、お食事をする。っていうのが、まあ、大体のお葬式の流れになります。はい。いや、ね、私もね、まあ、もちろんお葬式はね、自分の祖父母とか、まあ、親戚とかで主に経験したことがあるんですけど、これさ、まあ、もし自分の両親が亡くなった場合、マジで自分どうすればいいんだろうって本当に思って今回ちょっと調べたりしてんだよね。なんか自分が何の宗派でっていうのが全くわからない。多分、多くの日本人の人はそうだと思う。自分の家がどこの仏教の宗派なのかとかマジでわかんない。で、誰を呼べばいいのか、お葬式に。うん。ね、誰に声をかけて、誰を告別式に呼ぶのかとか、なんか、かなりね、わからない。どこのお寺に頼むのかとか、マジでわからないんで、今ちょっとね、もう私も30で、両親も70近いんで、ちょっとこういうのをね、両親に聞いといた方がいいなと、今ちょっと調べて思いました。はい。かなりね、家族が忙しくなるんですね、お葬式。まあこれはどの国もそうだと思うんだけど。はい。で、まあお葬式はこんな感じです。はい。ただこれだけでは終わりません。全然終わりませんよ。まだまだ続きます。四十九日という行事があります。四十九日っていうのは、まあ、49日って書いてあるんですけど、亡くなった日から49日後にもう一度法事をやります。法事。法事っていうのは、まあ、お坊さんを呼んでお経を唱えてもらって、まあ、みんなでお食事会する。まあ、この一連のイベントが、法事と言うんですけど。うん。で、なんで49日、亡くなった後に49日そういうことをするかというと、まあ、仏教の中では、49日後に、まあ、成仏するって言われてるんですよね。まあ、死んだ後の次の人生、次のまあ、なんか、行き先が決まるみたいなことですね。まあ、地獄に行くとか、極楽浄土に行くとか、まあ、そういうことが決まるのが49日なんですよね。だからそこで、まあ、それまでに私たちは、その亡くなった方が、どうか良い、まあ、方向に行けますようにというか、まあ、極楽浄土に一番いいんですけど、行けますようにっていうのを、祈って、それが95に、90、あ、違う、49日後ね。はい。うん、で、ここは、まあ、基本的に、親族だけですね。親族だけ呼んで、またお坊さんを呼んで、で、ここで初めてお墓が、出てきます。お墓の準備が必要になるんですよね。49日後に。で、そのお葬式の時に仮装した、お骨ですね、お骨。お骨をお墓に入れるのが49日の時。だからすごく大切ですね。このお葬式と四十九日って言うんですけど、その四十九日はめちゃめちゃ大切です。うん。はい。っていう。
ただまだまだ続きます。まだ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 続きます。はい。次は、初盆。初盆です。お盆ですね。これもとても大切な、行事になりますね。基本的にお盆は8月の13から16ぐらいの、時期なんですけど、これ場所によって違います。で、東京はそのぐらい。うん。で、亡くなった人が初めてお盆を迎える日、これはすごく大切です。うん。特に大事に。で、また、お坊さんを、家に呼んだりとか、お寺に行ってお坊さんにお経をあげてもらったりとかして、また法事をやります。はい。ちっちゃい法事って感じかな、もしかしたら。うん。で、お墓参りしたりとか、家にね、仏壇がある人は、提灯の飾り付けしたりとか。田舎だとね、すごいね、豪華な飾りを作ったりする人いますね。はい。うちも東京の、実家は、その家がそんなに大きくないので、仏壇もちょっとちっちゃめ。で、そんなになんていうの、家にお坊さんを呼んだりとかせずに、お寺に行きますね。うん。でもなんか、私の大分の九州の方の、なんていうの、母の実家は結構田舎なので、大きな仏壇が家にあります。で、その仏壇の前に、お坊さんを呼んで、お経をあげてもらってました。うん。はい。で、ここでね、特別な提灯とかの飾りをね、するんですよ。なんかよくお店の前にある提灯とか、お祭りで見る提灯とは全然違います。全然違う。色もね、なんか紫とか水色、白ですごく綺麗です。ちょっとみんな、ググってみてください。初盆の提灯、飾り。すごく綺麗で、私はなんかこう、あれを見るとなんか不思議な気持ちになりますね。はい。これが初盆ですね。はい。でもまだまだ続きます。まだまだ続くんです。この、日本のこの死者の供養はすごく長いです。うん。で、次は一周忌。はい。亡くなって一周忌。一年ですね。で、また、法事をします。はい。お坊さんにお経を読んでもらって、親戚たちと集まってお食事会みたいな。で、お墓参りしてとか。そんな感じ。それが法事ですね。うん、で、1年の一周期、あと3年の3回忌、7年の7回忌、あと13回忌、17回忌、21、21? 23だっけな。で、どんどん続いていきます。はい。23、27、33って50回忌がマックスかな。うん。亡くなった命日から50年ですね。はい。ただ、一般の家庭ではこの50回忌はしないと思いますね。さすがに。はい。っていうのもやっぱ50年、その、亡くなった方の命日から50年経ってると、その亡くなった方をもう覚えてる人もいないんですよね。亡くなってしまったりして。で、やっぱりこの法事をやるってなると、お金もかかりますし、人も呼ばなきゃいけないしっていうのはちょっとコストがかかるわけですよね。だから、めっちゃ多分大物の有名人とか、うん。すごいなんか由緒正しき家庭とかだったら、もしかしたらおじいちゃんおばあちゃんの50回忌をするかもしれないですけど、あんまり聞いたことないね。はい。で、実はですね、うちの、おばあちゃんの17回忌、亡くなって17年の17回忌が今年の秋に行われるっていうのが、うちの父から先週ちょうど連絡がありまして。うん。で、はるかはいつ日本に帰るんだという連絡で、いや、多分11月ぐらいみたいな。で、いや、10月ぐらいにもしかしたらおばあちゃんのね、その17回忌の法事をやるかもしれないから、帰ってきてくれないかという連絡がありました。まだ日程決まってないんですけど。で、多分この17回忌が最後になるから、で、親戚がみんな集まるのも、これが最後になると思うから、できるだけ来てほしいみたいな連絡でしたね。うん、そうね。やっぱおばあちゃんの周りの人たちはもうほとんど亡くなっているし、親戚ももう70、80なんで、これが最後なのかなと感じです。はい。
まあでもね、こう考えるとすごく長いよね。そのお葬式から始まって、四十九日があって、初盆があって、一周忌があって、3、7、13、17とやってきて、はい。結構ね、長いですね。日本の亡くなった方への供養。うん。まあでも私はこの文化結構好きで、まあ大変ですけど、多分親はね、いつも大変そうなのよ。うちのおじいちゃんとかおばあちゃんの、誰が呼ぶとか、どうする、いつやるとか、ね、なんか、お金の準備しなきゃいけないとか、なんかいろいろね、調整しなきゃいけないんで、すごく慌ただしくなるんですけれども、個人的には、やっぱ、そういう時じゃないと、親戚ってたくさん集まらなかったりするし、やっぱり、何回忌っていうところで、法事を行うことで、おじいちゃんとおばあちゃんのことをみんな思い出したりとか、改めてその感謝の気持ちを伝えたりとか、なんかこう忘れないためにも、とてもいい行事だなと、個人的には思いますね。うん。はい。いかがでしたでしょうか。日本のね、この死後の文化というのはかなり、スケジュールがしっかり決まっていて、はい。皆さんの国ではどうですかね。うん。全然違うよね。多分同じ仏教の国でも、多分全然違うところあると思う。うん。はい。まあね。でも今は多分もっともっと簡素化されてると思いますね。まあお葬式はすると思うけど、四十九日はすると思うね。やっぱお墓に、お骨をね、納めるみたいな部分はしっかりやんなきゃいけないけど、例えば初盆とか何回忌っていうのは結構簡素化されてたり、やらないっていう人もね、今の時代あると思うんですよね。っていうのもやっぱり、まあ、やっぱ伝統文化って、やっぱ日に日に薄れていくじゃないですか。で、私は大分県という、大田舎が大田舎があったから、結構、お坊さんが家に来るっていうのはなんか結構日常的。なんか毎年夏になると必ずお坊さんがやってきて、家でお経を読んでくれて、あの、正座をなんか30分ぐらいしなきゃいけなくて足痛えなみたいなのが、毎年の夏の行事だったんですけど、やっぱ東京にいるとね、なかなかそういうことは少なくなってるかなと感じております。で、家の中に仏壇がある人も、ね、ほぼ見たことないですね。家の中に仏壇がある人って。東京で。うん。まあ古い家とか、ね、だったらね、あると思うんですけれども。はい。という感じでね。何かね、質問とかがあったらぜひコメントで教えてください。はい。まあ私も秋には、うん、おばあちゃんの17回忌の法事があって、多分そろそろうちのおじいちゃんの、まだかな ?7 回忌とかがある。3回忌はね、終わったばっかりだから、次7回忌が多分大分であるね。うん。まあその時には自分も大分に引っ越していたいなと思いますね。で、もし自分が大分に住んでいたら多分めちゃめちゃ手伝わされると思いますね。いろんなことを。まあでもなんか勉強っていうか覚えておいた方がいい気がするので、そういうなんか手順とか準備とか伝統的な部分でね。はい。そう感じます。31歳。うん。はい。ということで、今日は、まあ日本の、まあ死後の文化、供養のやり方についてでした。はい、今日話した話、またトランスクリプトを作りますので、私のウェブサイトをチェックしてみてください。あと、インスタグラム、YouTube、こちらのフォローもお願いいたします。あと、サニーサイドジャパニーズのポッドキャストがあります。先生たち、いつも2人で会話する、形式になってるので、もっとね、自然な日本語が聞けると思いますので、ぜひおすすめです。YouTube チャンネルも開設しましたので、ぜひフォローお願いいたします。YouTube チャンネルでは、これからちょっとビデオありの、ポッドキャストをアップしていこうと思うので、よろしくお願いいたします。はい。
あとは、そう、サニーサイドジャパニーズですね。こちらはね、新しいメンバー募集中です。一人で日本語勉強していて、ちょっとモチベーションが下がっているとか、仲間が欲しいとか、会話上手になりたいとか、ね、そういう人たち、サニーサイドがぴったりです。はい。ありがたいことにね、メンバーもね、日に日に増えていって、結構盛り上がっていて、みんな本当に友達みたいな感じですごいいい感じですので、自分で言うのもなんだけど、ね、ぜひぜひ、トライアルから始めてみてください。はい。で、8月からですね、そのサニーサイドのちょっと特別プランとして、15日だけのお試しプランみたいなものを作る予定です。ちょっと試してみたいんだけど、1回のトライアルクラスじゃなくて、その実際にメンバーとしてディスコードに入ってみたりとか、そのメンバーイベント参加したりとか、部活に参加したりみたいなのができるっていうプランをちょっと作りますので、8月9月限定になりますので、興味ある方ぜひ、チェックしてみてください。はい。あとなんだろうね。ペイトリオン、こちらのメンバーも募集しております。はい。ペイトリオンではね、追加コンテンツいろいろありますので、もっと日本語を勉強したい方、そして、春の日本語を応援したいよという方もね、ぜひペイトリオンに参加してみてください。はい。以上です。そんな感じですね。はい、特に話すことないです。今日はもう。なので終わりにしたいと思います。はい。それでは、また次回。さようなら。